おはようございます。運動科学教室の浜辺です。今日はね、2021年の3月1日ですけれども、また湘南カントリークラブさんにお邪魔してます。まずですね、こちら練習グリーンなんですけれども、グリーンのコンディションね、今日11フィート弱ぐらいね出てますけれども、まずスティンプで測ってみますけれども、完全な平地ではないんですね。ちょっとこちらから軽く上りで、傾斜で言うとちょっと見にくいですね。 0.25 0.25 見えますかね。 0.25 ね、0.25 の、上り傾斜ということになります。では、測ってみますね。ボールがぶつからないように少しずらしてみます。はい、もう1球ぐらいいきますかね。難しそう。はい、大体いいでしょう。じゃあここからちょっと測ってみましょう。3メーター以上はいってるかな。上り傾斜ですけれども、3メーター結構出てますよ。40、これが50ですから3メーター45、50、3メーター50ぐらいね、出てる感じです。ではちょっとマークを打ちますね。でちょっと逆側を見てみましょう。で今度はね、0.25 度下りになりますので、先ほどのところよりはちょっと伸びてしまうかなと。伸びますね、やっぱり。非常にグリーンの状態はいいですね。もうすでにスティンプが落ちた瞬間に少しバウンドしてしまうということはね分かってますので、これだけ伸びてしまいました。ちょっと測ってみましょう。で、はい、皆さん落ち着いて皆さん落ち着いてね。ほら、4メーター60、4メーター60っていうと4メーター60から4メーター65ですね。若干下り傾斜が入ってしまってますけど、わずかな傾斜なんで、4メーター65と13フィート、15フィート、15フィート、ね。先ほどの3メーター45というと11フィートいってますよね。11フィート。11.5 フィート。これでも素晴らしい仕上がりなんで、今日は練習グリーンですけれども、散水してもらった後ですね、刈り込みをしてもらってます。刈りたてです。この今3月ですけれども、コンプレッションも結構ね固め、ボールマークがほとんどつかないような状態です。ではね、これからですね、今日はゲストをちょっと用意してますので、そのゲストの方にですね、ちょっとストロークをね、やっていただきたいなと思います。こちらの方がですね、新たに我々の仲間に加わったゲストの、まだちょっと名前が、決まっておりませんが、このようにストロークですね、ちょっといろんな角度から撮影をしてみてください。いろんな調整ができるようになってまして、まずこの大きなですね、この前傾角が今30度ぐらいかなに設定してあって、なおかつ円弧、こう
弧ですね、弧を描くための軸をさらにそこから、30度ほどですね傾けて、あるですね、非常に世界的に有名なプロと今同じ構えにセッティングをしてあります。で、この傾きがですね、傾けば傾いて、仮に水平になったとしたらストロークの円弧はまっすぐに引けるということになります。でこれが起きてきて、全体的に30度ぐらいになったとしますね。そうするとクラブヘッドはよりインサイドに引かれて、打たれた後もまたインサイドにストロークがされる、ね、ちょっと逆光でしたね。はい、そういうことになってます。それから目とボールの距離、それから肘の曲がり具合ですね。そういったことも調整できますし、このパターのですね、今このパターそのものを65度の来角にね今セッティングして0度の、ロフトにしてありますけれども、この角度もいろいろ変えることができます。でこれによってですね、さらにそのクロスハンドにしたり、今はノーマルな右手が下になるグリップにしてますけれども、そのようにも変える微調整をすることができます。はい。で、正面からちょっと見てください。でパターそのものを今マイナス1度のロフトのパターにしてありますけれども、さらにですね、このようにここを調整していくことができます。マイナスにしたり、またプラスロフトで打ったり、そういうことができるね。そういう新たな仲間がですね加わりました。今日は実際にストロークをしてもらって、工場からまだね、出来たてほやほやですので、今日ちょっと動きをですね、期待通りの動きをしていただけるかどうかちょっと確認をねしたいと思います。はい、はい、それでは今ねセッティングを終えました。距離はね2メーターでやってみますね。2メーターで0.25度の上りで、スティンプメーターですと11.5 フィートね出てる非常にいい状態のグリーンです。で新たに仲間になりましたこの方にですね、性能テストといいますか、実際に振っていただきます。いいですね。はい。どうですか。このパターンはね、来角を65度にしてあって、ロフトはマイナス1度のセッティングね。で身長が175センチから180センチぐらいですかね。前傾角が30度ぐらい、腰からの前傾角ね30度ぐらい、そしてさらに背中の、肋骨の上あたり、胸骨の後ろですね、体軸を作って、そこを軸にした円弧ね、スイングの回転の支点ですね、ここになってますよ。この軸になってますよ。ここが動いてますね。逆に言えばそれ以外は動かないというですね。はい、いい感じ。ただ人力ですからね、今バックスイングの大きさを、黄色いマーカーのあたりまでね、持ってって、地面からは浮いてますね、インパクト。
今セッティングの自体で5ミリぐらい浮かして、インパクトでは9ミリぐらい浮かして、でマイナス1度ロフト、65度の来角のパターンね。2メーターですけど、はい、もうほぼ100発100中、非常に素晴らしい初めて設計して、工場のね担当者といろいろ試行錯誤して3ヶ月かかりましたけれども、人型のパッティングのね、マシーンといえばマシーンですね。でこれは前径角、それからその支点となる軸のね、角度を自由自在に変えることができますから、最近例えばね世界ランク上位のプロは前傾角は30度から35度で、そこから支点となる軸をさらに20度程度ね、傾けた、水平軸からすると、20度程度ですね、20度から25度程度傾いた軸で打ちますので、まっすぐというよりは少しインサイドに入りますね。でそのインサイドの度合いはこの支点となるその軸の傾き具合ですから、これを90度までね、例えばこうぐーっと前傾を深めていけばよりまっすぐ引けるということになります。で昔クラシックな、ジャック・ニクラウスとかセベリアの・バルステロスとかベンクレンショー、その辺の昔のオルドのプロたちはかなりそれを水平に近いぐらいですね、かがんで、目とボールとの距離も近づけてストロークしてました。最近の PGA の USPGA のツアーのプロたちは、それが比較的ですね、起きてますけれども、必ずこの支点となる軸を、20度程度に傾けてストロークしているということですね。で今こちら手の方ですけれども、通常のね、握り方のように右手が下になってます。でこれもこう変えられますし、ハンドファーストの度合いね、マイナスロフトの度合いも変えられますし、来角ですね、これも変えられます。で肘の曲がり具合も変えられるんで、肘をすごく曲げるタイプね、かがんで曲げるタイプといういろいろなプロのストロークがこれで可能になります。今このセッティングはおおむね非常に有名なセッティングにされて、このようにストロークをしていると。はい、第1回目のテストとしては大成功ですね。はい、じゃあ引き続き2回目のテストを行いたいと思います。はい、こんにちは。運動科学教室の浜辺です。今日はですね、新しい友人といいますか仲間がね加わりましたので、これから彼にですねいろいろ、頑張ってね、メカニズムをですねやっぱり解明したいわけですよね。どこが動かなくてどこが動くのか、それ大事なとこですよね。それからクラブヘッドインサイドに引けと言われていますが、どのぐらいインサイドに引いたらいいのか、それからじゃあまっすぐ引くってどういうことなのかっていう、そういうことですよね。その辺がメカニズムが、不明なんです。ですからこういったものを作りました。でこれによってですね、ここまでは動いてないわけですね。全くね、下半身、腰、ここは動いてないです。でこの前傾角度が90度まで腰からですね、こういうふうにミッシェル・ウィーとかですね、浜辺教授も割とこうですね、こういうふうにかなりかがんで構えられるように、まずここの腰の位置からガクッと折れるような設計をしてあります。今はねタイガーのねセッティングにしてありますので、前傾角、腰からの前傾角は35度ぐらい、これはもう分析済みです。でこの角度ね、でさらにこれがそのまんままっすぐ伸びていって、
このように、前計画そのものが軸となって支点となって回転をするとですね、かなりスイングの軌道としてはインサイドに入ってきてしまいます。ですからもう一段階ここで傾きを作ってるわけですね。でこれによって、パターヘッドのちょっと軌道をね、見てもらいたいんですけども、ややインサイドに入ってまたインサイドに抜けていくと、ちょっとこの少し線がこの線がちょっと曲がってますので、ちょっとこの線を整えましょう。この線を整えると、はい、こういう感じですかね。はい。で、こう少しインサイドに入ってまたインサイドに抜けていく。これ分かります？ちょっと上の方から見てみてください。こう映してこういうね、こう構えてて、テイクバックすると内側に入ってきてまた内側に抜けていくとね。このインサイドインのその度合いを決めてるのは、ここの上半身の部分の肋骨を支えてる、だいたいこの辺ですね、頸椎から胸椎に入っていったこの突起のこの辺りが軸となってですね、回転軸となって円弧の動きがね行われているということなんですね。ですからここの傾きが起きれば起きるほどよりインサイドに入ってきて、これが逆にもう少しですね、これも変えることができます。そうすると、腰からの前傾は変えずに、上体をさらにこうかがめるということになりますので、よりストレートに引くことができます。ですから人によってね、その構えがいろいろありますから、引き方もテイクバックの引き方も、この上半身の最後の首の下のあたりの支点の軸の傾きが何度ぐらいに、なってるかっていうのが非常に重要なポイントになりますね。はい、で、肘の曲がり具合もこれ調整できますので、曲げたり伸ばしたりね。伸ばせば当然体を起こすかクラブを短く持つかということね。で、クロスハンドのセッティングもできますので、こういったものを作ってみました。今回は出来たてなので、タイミングよくですね、今日湘南カントリーさんの方で、実験が組まれてたので、初めての工場から出来上がってすぐのねテストということで、どうなるかなと思ったんですけども、非常にその出来栄えは満足ですね。今1回目テストやりましたけれども、20球ぐらい打ってね、20球全球が2メーターの距離をカップインすることができました。もう一回ちょっとやってみますね。実際にちょっと距離を、このぐらいにちょっとして、今2メーター、この見てください。カップの縁手前からずっと来て、ここが2メーターですよね。2メーター、2メーター10ぐらい、やっぱりこのぐらいの距離のパッティングを確実に入れるっていうところが非常にね重要になってきます。でインパクトでは少しねヘッドが浮いた状態でヒットするということが重要なポイントです。綺麗に入ってます。ボールをちょっと取りましょうね。はい、取らないと。綺麗に入ってますね。強弱は今ね、私がコントロールしてますので、当然これ強すぎ大きく引きすぎるとすごい勢いになっちゃった。ここそれでも入りました、こう大きく引きすぎればかなり勢いがね、これは0.25 度今上りですけれども、スティンプメーターで 11.5 フィート
今出てますから、3月1日ですけれども、非常にそのコンディションはまあいい状態で今ね、グリーンは仕上がってます。いやー、これ数数えたいぐらいですね。100球連続いけますね、これね。2メーターどうですか、安定感どうですか。でボールの転がりもですね、今ちょっと波打って引いてしまいました。すいません、私が悪いです。ゼロロフトに今ねパターをごめんなさい、マイナス1度のロフトに設定してあります。そして打点をですからボールの赤道よりもうほんと数ミリ上に当たるようにして、それで、ヘッドをですね地面からまあ7ミリぐらいかなと思うんですね。5ミリ以上は浮かせてます。私の理論ではこれ9ミリから14ミリの範囲の幅でヘッドを浮かせて、なおかつアッパーで打って、なおかつマイナスロフトのインパクト、1度ぐらいのインパクトですね。非常にこれ転がりを見てもらうとですね、やはりこれ安定して、ちょっとラインのあるボールやってみましょうか。あちらにちょっとあるので、ちょっとライン転がりが分かるように今からね、ラインのあるボールを、使ってやってみますけれども、ボールのやっぱり転がりが重要です。このパターは非常に光ってますけれども、どうですか。純金ではありません。これは真鍮です。真鍮を私が一生懸命5、6時間かけて磨きました。で、こんな風に綺麗にね、なりましたので、ちょっと光を当ててあげてください。パターンね。どうですか、綺麗ですか。これ中古で4000円で売ってました。中古で4000円で売ってたのを5時間かけて磨いたらこんな綺麗な金のパターンがねありました。どうですか。表面仕上げです。表面仕上げね。こちらからちょっと回り込んで、このバックライン、ピンのアンサー3ですね。ここに書いてありますから、ピンのアンサー3ね、特許取ってたんですね、パテント。まあ今やはりこの形を皆さん模倣して、ほとんどねこの形がスタンダードになって、ちょっと形を変えて、やってますけどね。じゃあちょっとラインのあるやつでどうやって置きますかね。このラインが綺麗に出るようにこうやって置いてみますか。こうやって置いてね、ボールの転がりが、向こうから見て綺麗にね一直線に転がるようにちょっと引きで、ちょっと投げる引き方がやっぱりね、ちょっと舐めるけど、まあまあ綺麗か。ちょっと右向いちゃった。ほらこれ綺麗。ほら綺麗ね。ハイスピードでもちょっと撮ってみたいので一回ちょっとカットしましょうね。はい、それではね、ちょっとハイスピードカメラでインパクトの様子をね、ちょっと見てみたいと思いますので、今こっちね1000個までね、FPS フレームパーセカンド1秒間に1000コマですから1000分の1秒のね今状態を見てみたいと思います。
はい、今ちょっとねカードの異常がありましたのでもう一回やり直しますね。それではハイスピードで、インパクト後のボールの回転を見てみたいと思います。3個までね撮ってますので、かなりねフレームは小さくなって暗くなっちゃうんですね。今ライト当ててるんですけど、今日はね晴れてるので多分結構いい絵が撮れるかなと思うんですけど、どうしてももっと高級なカメラであればね明るいんですけれども、なかなかちょっとそれが購入できないので、次ラストにして、で今度ね向こう側の正面からのボールのちょっと転がり具合を入り具合をね、ハイスピードで1回止めてください。はい、ちょっとねアッパーの、クラブヘッドが少し浮き気味で、少しアッパーで打てるセッティングにね今ちょっとボールの位置を左に持ってきましたので、これでちょっと今ハイスピードでボールのねちょっと転がり具合を見てみたいと思います。少しインパクトアッパーです。アッパーの今これが地面でね5ミリぐらい浮いてるんで、やっぱりインパクトでね9ミリから14ミリぐらいまでね浮いた状態がいいと思いますので、今ちょっとこのマシーンのね今ちょっとセッティングは変えられないので、ボールの位置を変えることによってちょっとねまあにしてみました。はい、ちょっとじゃあこの状態でもう一回1000コマに戻したりします。こうねこれ原理分かりますよね。このちょうどこの辺が最下点でこうアッパー気味になるときにインパクトを変えるときにちょっとこれ先っちょ気味になっちゃう。この辺かな。そうですね、インサイドは入りますから、こういう状態で打ってるというアッパーのヘッドが地面から少し浮いていく時にね、ここで打ってるということですね。ラストこれ打ったらね、正面からハイスピードでボールの回転をねちょっとはい、きれいに入りました。でちょっと正面から今度ね、こちらからこうずっと転がってくるのをハイスピードでちょっと正面からやってみてください。一回切って、続けてやってみましょう。今きれいにならない。大丈夫？はい。これ綺麗だね。480にできる？480でちょっとやってみて。いい？いいよ。いや、ち
はい。